皆さん、こんにちは。かなもです。今回の動画は、こちらのコラージュ用に作ったノートの作ったもの紹介にしたいと思います。もう結構作ったのが、確か夏ぐらいに作ったものなので、結構記憶が飛んでしまってはいるんですけど、覚えてる範囲でご紹介したいと思います。このノート作った目的なんですけど、このノートは中身が今はまだ全くなくて、こういう状態。で、リングノートで前回作ったノートは最初からページを入れてたんですけど、そこにコラージュしていくのがちょっとやりにくさも少し感じている部分があったので、ノートはノートで別でコラージュして作ったページを入れていくっていう感じに今回はしてみようと思って、この表紙の部分だけ作った感じになります。作った時は、このノートはいろんな色を使ったコラージュをするノートにしようと思ったので、この表紙の部分にいろんなカラーを入れて作ってみました。どの色にも合うようにっていうのを考えて作ったんですけど、この鳥の部分も最初というかスタンプを押して、その上にスタンプインクで水筆で着色して絵みたいにしてみました。黒いインクでスタンプを押してから着色すると黒が結構勝っちゃうかなと思ったので、当たり障りのない色というか上から潰せるような黄色系の色にして、これは確かバーサファインクレアの落ち着いた方の黄色の色で押して、その上からティム・ホルツさんのインクで塗っていったと思います。すごくいい感じで、一見スタンプっぽくない感じになったんじゃないかなと思います。で、この割りピンっていうのかな。これも贅沢になんかちょっともったいない病が発生してしまうんですけど、思い切って使ってみたらすごくいいアクセントになって、やっぱりこういう金属っぽいのを収めるといいなって思いました。文字もこことかここに書いたんですけど、結構色で汚していくうちに薄くなって、まあそれはそれでいい感じになったかなと思います。で、この下に引いてあるここのひらひらの部分はダイカットマシンでカットしたやつかなと思います。で、その下のこの花のやつも一旦まず押してから少し水筆でぼかすみたいにすると、すごく水彩っぽく、スタンプっぽくなくというか、でもこれはやっぱ条件というか、線のスタンプじゃなく、面のあるスタンプっていうのが特徴かなと思いました。ちょっともう結構忘れてる部分があるので、また作ってみたいなと思います。で、この辺のレースっぽいやつ、この辺のレースっぽいやつもダイカットでやったやつですね。この土台のスタンプも、土台の柄もスタンプで全部
作ったんですよね。ここちょっと境目少しあるんです。裏もなんかしようと思って途中になってたのかもしれないんですけど、それのな感じですね。で、それの余った紙でのやつですね、これ。その方が馴染むかなと思ってやってみました。あ、ここもそうですね。うん。で、ここのノートのやつは本当にノートのやつで、リングノートを少し破いて作ったやつなので、本当にノートです。でも、ちょっとアンティークっぽい感じの仕上がりになったんじゃないかなって思ってて、結構気に入っております。このリングも色すごく迷ったんですけど、やっぱアンティークっぽくかなと思って、ここが結構黄色、明るめな色だからもう一段明るいのにしようか迷ったんですけど、結構この色付けがアンティークな雰囲気になったので、このリングの色もアンティークっぽい方にしてみました。はい。で、ここの表紙のグリーン、明るめなグリーンの色もティム・ホルツさんのディストレスインクで、まだ買ったものを全部紹介しきれてはいないんですけど、あれからまださらに買ったりはしてて、何色だったかな。ちょっとお待ち。はい。ここの表紙に使ったこのディストレスインクの緑の部分、このインクを使ってみました。少し明るい色の黄緑って感じですね。すごくこの色も良くて、結構葉っぱの色にも使ったりしたと思います。さっき言ってた鳥のスタンプの土台に使ったのはこのバーサインクレアのゴールデンメドウっていうのか、ゴールデンメドウっていうのかな。うん。ゴールデンメドウを使って、スタンプを押すと、その上からも色塗ると馴染みがいいなと思ったので、また今度動画でやりながらご紹介できたらいいなとは思ってる感じです。はい。こんな感じで、ノートの土台、私のこのサイズも結構今回は大きめにしてみたんですよね。自分の収納するところの縦の長さにギリギリ入るサイズで作ってみました。私の中ではこのスタンプを一面に押すっていうのがすごく大変で、やっぱ大きいスタンプで柄を作るっていうのは結構難しいですね。でもすごくお気に入りの作品になったので、このノートも使ってコラージュしたりして、この中に挟んでいきたいなって思っております。はい。また紙物の動画もやっていきたいと思ってますので、見ていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。